はい、皆様こんにちは。神戸街中散歩高山でございます。今回は番外編という形で、神戸からね、四国の徳島の方に向かうルートについて見ていきたいと思います。で、神戸からね、徳島の方に行くにはね、バスで行くというルートと鉄道で高松経由で行くという経路もあるんですけれども、他の鉄道で大阪を経由して、和歌山の方を通って南海フェリーを使って、四国へ渡るというルートがございます。今回はね、神戸の三宮から、徳島までね向かうルートを順に追っていきたいと思います。それではね、ゆっくりと参りましょうかね。では、よろしくお願いします。はい、今現在私はですね JR 三宮駅の南側、ミント神戸の横におりますね。あちらがね、ポートライナーの三宮駅ですね。奥に JR の三宮駅、あと阪急三宮駅ございます。でこの下にね阪神三宮駅ありますので、その方にね、下へ降りていきたいと思います。でエスカレーターを降りまして、こちらでね、逆の方へ180度 U ターンをいたします。でそこからね、阪神電鉄三宮駅の西改札口の方へ向かって、東改札口の方に向かって参ります。はい、こちらがですね、阪神電鉄の、三宮駅東改札口ですね。でこちらからですね、奈良行きのね、快速急行に乗って、大阪難波の方に向かっていきたいと思います。でね、阪神電鉄にも一応お得なチケットっていうのはあるんですけども、10円ほどしか安くならないんですね。はい、でこちらがね、三宮発の、快速急行奈良行きですね。で朝早くはね、こちらないので普通になると思うんですけどもね。で映像は変わりまして、大阪難波駅に、1時間ほどですかねで到着でございます。で大阪難波駅から、南海電鉄の難波駅はできるだけね前の方、進行方向側の出口から出た方が行きやすいと思います。で改札出ましたらね、南海電鉄の難波駅の方に向かうんですけれども、エスカレーター上がりましたら右側にねすぐに御堂筋線の難波駅ありますね。そこをね通り過ぎて南の方へね向かう通路がありますんで、そちらをね、南の方へ通っていきたいと思います。で今回のこのルートなんですけども、普段はね高速バスの方が便利なんですけども、ゴールデンウィークなんかね、赤潮大橋が動かなくなっちゃうんで、今回のねこちらのフェリーが便利だと思いますね。そしてしばらく進んでいきましたらエスカレーターが見えてきますんで、そちらを登りまして、さらにね、上に登ってまいります。南海電鉄のね改札口はね地上3階の方にありますんでね。でこちらをねさらにね上がっていきました。約4分ほどで南海電鉄の難波駅に到着でございます。でこちらでねこのね南海スキップというね南海電鉄の難波駅から徳島港行きの鉄道切符と南海フェリーの片道のチケットがね一緒になった切符があります。こちらがね2500円で、南海フェリーの片道、運賃が2500円なんで、列車の運賃970円が丸々浮くという感じになりますね。で和歌山方面は特急サザンという列車になるんですけども、後ろ4両はこのようにね普通のロングシートで、前の4両がね、座席指定のこのようなね、しっかりした特急車両になります。サザンの指定席料金は520円なんですけれども、こちらはね別料金になります。でね、このような特急のねしっかりした座席になりますね。で今回朝早かったのと朝ごはん食べたかったのでね、こちらの指定席に座ることにいたしました。でね、朝のねこの朝日のね風景がね眩しくていいですよね。であっという間、約ね1時間ほどで、和歌山港駅に到着でございます。でね、和歌山市からね和歌山港駅で列車乗り換えることもありますので、その点はねご注意ください。はい、でこちらのね、和歌山港駅で南海電鉄から南海フェリーに乗り換えるんですけども、同じ系列の会社がね運営してるんで、列車とフェリーの時間は結構ね連携が取れております。で駅降りましたらね地下の方に降りまして改札口の方に向かいますね。で切符1枚でどうするのかなと思って聞いたんですが、そのまま改札口に刺していいことだったんで、改札口に立つとねその切符が出てまいりました。
でここからね、南海フェリーのフェリー乗り場の方に行くんですけども、結構長い、廊下なんですよね。でね、途中でね、このようにね、動く歩道がありますんでね、それもね、距離が短くなったのかなという錯覚は受けますね。でさらに歩いていきましたら、こちらね、南海フェリーの、入り口の方に近くなりますね。こちらでね、切符を改札をしてもらいました。こちらでね、南海フェリーに乗り込みが完了いたしました。でこちらの船なんですけども、葛城という船で、1998年に就航しましたので、今年で約25年経つね、結構古い船でございます。で、入りましたね、左側にね、特急席のようなね、座席がありまして、右側ね、ソファーみたいなのありましたね。で、こちらが和室のゴロネエリア、カーペットエリアっていうんですかね。で一番前の方がね、グリーン席があるんですけども、別にね、500円必要ですんで、特に必要ないかなと。で、左のこちらがね、売店ですね。で、横がね、テーブル席ですね。で、自動販売機なんとありましてね、地上の普通料金と同じですね。で、こちらがね、赤ちゃんルームと、あとね、ドライバー席ですね。簡易ベッドなどもありましたよね。いったね、外の方に出てまいりまして、出港のね、様子を見てまいりましょうかね。ちょっとね、外はね、音がうるさいんですけれどもね。でね、出港準備してますね。このね、放射ロープを外すね、準備はもう万端にできてますね。で、こちらでね、放射ロープが緩みましたんで、係の方がね、こちらの放射ロープを外してますね。で、前の方にもね、あと1本ありますんで、そちらを外しにかかっておりますね。で、外しましたら、巻き取りまして、横へ動くね、プロペラですね。スラスターを回して出港ですね。はい、ここへね、どんどん移動してまいってますね。で、ここからはね、ちょっとね、早送りでお送りしてまいりますね。で、ここから、徳島港まで約2時間と15分ほどですかね。で、このね、和歌山港を、抜けましたら、太平洋に一番近いところ抜けますのでね、酔う方は酔い止めを飲んでおった方がいいかもしれませんね。で、ゲームセンターなんかもこちらにね、ありまして、それね、お酒の自動販売機とかジュースの自動販売機などはございますね。あとカップラーメンちょっとね、やっぱり高めですね。はい、でこちらにあるね、アニメの女の子がこのフェリーのね、マスコットですかね、この南海フェリーのね、もう一人なんかいましたね。でこうやって見ると結構速度出てますよね。で、あちらに見えるのがね、東京行きのね、オーシャン東急フェリーのフェリー道後ですね。はい、それではね、徳島港に、入ってまいります。こちらもね、結構ね、速度は倍速で飛ってるんでね、勢いよく寄っているようですが、結構ゆっくりと入っております。こちらはね、徳島港のフェリーターミナルですね。徐々に寄っていって、それでね、放射ロープを取りまして、ロープがピンと張った状態からピタッとね、船がつきますね。で、あちらのね、ボーピングブリッジがつけられますね。はい、ではね、四国上陸してまいりましょうかね。でね、これね、なかなか進まないと思ったら、これやっぱりね、乗車券のね、回収をしてますね。さすがね、鉄道会社っていう感じですね。で、ここからね、ターミナルの方へ渡り廊下をね、渡ってまいりますね。で、お子様連れとか荷物多い方、右のね、エレベーターで降りてますが、私はね、階段で降りてまいりますね。ここからね、徳島駅に向かってまいります。こちらのね、バスに乗って徳島駅へ向かってまいります。で、この日はね、年に1回あるかないかの、フリー乗車日でバス代がね、かからなかったですね。この日はとてもラッキーでしたね。でね、約15分ほど乗りまして、
徳島駅の方に到着をいたしましたね。はい、ここでねバスを降りまして、でちょっと振り返りまして、このバスにね乗ってまいりました。このね JR 徳島駅前ですね。ここでね徳島ラーメン食べてね、帰りはまたね南海フェリーのフェリーで帰ってまいります。でこちら徳島駅の、ね、すぐ横のバスターミナルの6番、乗り場でねバスが出ますんで、そこからバスでフェリー乗り場の方に行きたいと思います。今ね徳島駅を出発でございますね。はい、で帰りはね同じなのでバス代はかかっておりません。通常はね、バスが210円ですかね。そんなに高くはないですね。で約15分くらいなのでね。はい、ここからね一気に、徳島港の近くへやってまいりました。はい、こちらがね徳島フェリーの乗り場です。まだフェリーは来てませんね。はい、でここでねバスを降りまして、新しいねフェリーが入ってくるのを待ちましょうかね。今日無料なんですね。ありがとうございます。はい、こちらがね、南海フェリーの徳島のターミナルでございますね。で、帰りもね南海スキップチケット、帰りはねこれ、全部で3枚になってますね。こちらがフェリーのチケットで、こちらがね列車の和歌山港から難波までのチケットですね。合わせて2500円ですね。で、フェリーのチケットが2500円なんで、列車分がね丸々浮くという感じですね。でこちらが新しい、1年前昨年ですかねに就航した新しい船の、フェリー愛という船ですね。まだね新しくてねピカピカですね。で、入りましたらすぐに、カーペット室ですかねがありまして、で左側はね、突起を思わせる座席と、あとテーブル席ですね。右側もねテーブル席ありますね。大きなねパンダがたくさんいますので、奥の方がね、一人様用のねカウンター席、あとこちらが売店ですね。で売店は徳島港に、入っている時だけですね。でこちらがね、大きなね、パンダが座ってますね。でこのね、お一人様のカウンターはねコンセントがついてますんで、パソコンなどの作業もできますね。はい、で売店をねしてたお姉さんが、ゲートを閉めてね、こちらでゲート閉めてますね。で、ブリッジの板をね上げまして出てますね。で和歌山港のね方が売店をされてるんで、和歌山港の、接岸時しか売店が開いてないという感じなんですね。でね搭乗ゲートが上がっていきましたね。こういうゲートもねちょっと珍しいですよね。完全に搭乗ゲートが上がってしまいましたね。はい、それでね、交差ロープがね外されて出航準備完了ということになっていきますね。で今後ろの方のね交差ロープもね自動的に解除されてましたね。ちょっとね映像には撮れてないんですけどもね。はい、で船がね一気に動き出しましたね。ちょっとこれね、映像は倍速になってるんでね、勢いよくいってます。実際はね、もっとゆっくりに離れていってます。でこれね、波の出方を見るとね、どうやって船を動かしてるのかっていうのが分かって、とっても面白いですよね。でね、離れまして、こちらの方でね、船が、180度、旋回しましてね、で、
和歌山港の方に向かっていきます。で、船の中に入りましたらね、結構賑やかですよね。これいつもなんですよね。まず、販売機がありまして、料金はね、通常の地上の料金と同じですね。中にはね、このようにね、パンダの写真であるとか、動物の写真がたくさんありまして、動物のね、動物園かっていうぐらいね、動物園変ですね。写真の動物園ですね。で、僕はね、外へ出るところの階段がありますね。で、こちらはね、2階のデッキに上がる階段ですね。で、ゲームセンターがありまして、テーブル席がありまして、で、カーペット席ですね。カーペット席の方にもね、このようにね、パンダのぬいぐるみがあちこちにありましてね、この船のコンセプトは、こういうね、パンダなんですかね。で、ここはね、2階はね、グリーン席、500円ね、少し豪華でゆったりできるんですけどね、ちょっと贅沢かなと。で、前の方がね、座席になってますね。はい。でね、テーブル席がありまして、左にね、先ほどね、出る前に空いてた売店ですね。で、ゲームセンターがあって、ちょっとこれね、上の方に上がってみましょうかね。やっぱりね、うるさいですよね。入りましたら、ちょっとね、今日は風きついのと、11月は外に出るもんじゃないですね。めっちゃ寒いですね。でね、船のね、航跡がありまして、向こうの方に見えるのはまだ四国ですね。でね、こちらでもテーブルあるんですけど、ちょっと今寒すぎますね、時期的にね、11月はね。で、階段でさらに一番上のね、ところへ登ってみましょうかね。エリアはね、そんなに広くないんですけどもね。ただね、めちゃくちゃ風がきついんですよね、ここね。結構音声絞ってこれですからね。でね、約2時間ほどで和歌山港に入ってまいりましたね。で、和歌山港に入りましたら、こちらでね、船をね、同じように180度旋回しまして、船をね、港の方に着岸をしていきます。で、ぐるっと回っていくとね、相変わらず眩しい太陽がね、ギラッときますね。目が開けられないぐらい眩しかったですね。で、あちらの方につけるんですけども、100メーターほどのね、船をね、この狭いところにピタッとつけるってやっぱりすごい技術ですよね。それも1日に何往復もしてるんですよね。でね、船の前後ね、白波立っていますけどね、横に動くプロペラであるとか、前後ろ前後に動くプロペラをね、巧みに動かして、船をね、徐々に寄せていってますね。で、この和歌山港、またね、こちらの、フェリーはね、この壁の方にね、ガツンとぶつけるような感じで、いつも止めてましたね。結構衝撃があるんですよね。小さいお子様連れの場合はね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、これでね、ガンとつきましたね。でね、放射ロープを、何本かね、締めまして完璧にね、船をね、完璧につけますね。そうしましたらね、下船をしていきましょうかね。はい、下船準備ができましたんで、降りてまいりましょう。でね、なかなか進まないんですけども、こちらはやっぱりね、降りるときにね、切符の回収とかね、あと、何人乗ってるかというね、人数の確認もしているようです。ここ最近ね、フェリーからね、人がいなくなるとか、海に落ちるとか、そういうね、事故が結構多発してますんで、その辺きっちりしてるんでしょうね。はい、前の方がね、人数を調べてますね。で、後ろの方が切符の回収をしてますね。はい、ここからね、長い通路を通っていきまして、和歌山港駅の方にね、向かっていきたいと思います。で、ここからね、動く歩道を歩いていくんです。結構距離長いんですよね、これね。約ね、400、500メーターはあったと思いますね、全部でね。
でね、アップダウンはね、それほどないです。あったとしてもね、そんなに、車椅子だとしんどいかもしれないですけど、普通に歩く分にはそれほどしんどくはなかったですかね。はい。で、こちらでね、和歌山港駅の方に到着で、ここでね、切符を出しまして、はい、ホームの方に上がっていきたいと思います。で、ホームの左側に止まっている列車が、和歌山市駅の普通ですね。で、こちらがね、和歌山港駅ですね。はい、長い間ご視聴ありがとうございます。今回特別編をお送りしてまいりました。またね、次回をお楽しみにしてください。では、さよなら。